ましょうか。こんにちは、ウエスト加藤です。こんにちは、望月の広瀬です。今回は MSR の日本正規代理店望月の広瀬さんをお呼びして、MSR の2022年の日本限定モデルのテントたちを全商品ご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは今日は広瀬さんにいろいろサンプルのテントを持ってきてもらったんですけど、ちょっと見ていきましょう。今日ご紹介するのは、今まずここにあるのが、定番のハバハバですね。そうですね、今年からハバハバシールドっていう名前に変わりますね。ハバハバと、それと次にフリーライト。フリーライト、はい、これ超軽量、軽い。それとエリクサエリクサ、はい、ー。ハビチュード。ハビチュード、これ大型テントですね。ファミリーテントとランデブーですね。タープですね。はい。じゃあ今日は、この1、2、3、4、5種類のテントですね。はい。で各モデル、サイズ違い、ハバハバだったら、1パーソン、2パーソン、3パーソンとか、エリクサもそれぞれありますけど、今回はね象徴的なモデルだけですね。そうですね。代表的なサイズになりますので、ご紹介していきたいと思っております。全部貼るとね何十種類になっちゃうので、そうですね。今日はねある程度、皆さんメインに使われそうなサイズを中心にご紹介していきます。はい。はい、ではまずトップバッターはハバハバ、もう MSR の大定番ですね。もう MSR オブ MSR といった感じのテントもハバハバで、今回はちょっと品数が多いんで、いつもね細かい詳細スペックはちょっと省いて、変更点とか、あとカラーがね新しかったんで、その辺にフォーカスしてご紹介していきたいと思います。はい、これでインナーが完成して、まだフライシートかかってないんで完全に完成ではないんですが、もうここの時点で新しいハバハバは変更点あるんですよね。そうですね。見ていただいてわかると思うんですが、非常にメッシュの、比率が下がりました。そうですね。前まではこの辺までハーフメッシュっていう感じで、ここから上がメッシュって感じでしたよね。そうですね。今回減らすことによって、いろんなシチュエーション、シーズンですね、春から秋まで、使っていただいたりとか、あと標高が高いエリアでも、使いやすいっていうことを考えまして、アジア限定モデルとして、メッシュを減らさせていただきました。なるほど。アメリカのものとはまた違うわけですね。そうです。アメリカの方はメッシュがもっと多いモデルになりますので、アジア限定のモデルとなります。なるほど。で完全な、ノーメッシュと違って、正面ねこのちょっと黒っぽく見えるところはこれはメッシュですよね。そうですね。正面の入り口上部のメッシュとサイド、ちょっと私の足元にこれありますね。はい。サイドの方に、メッシュが両側ついております。今までのやっぱりハバハバだとちょっとメッシュ部分が多くて、寒冷な時期の使用にちょっと躊躇する方もいらっしゃったんですけど、やっぱアジアモデル、ほぼ日本モデルって感じですよね。アップデートしてきて、手に取りやすい感じのモデルになりましたね。はい。どうしても標高が高かったりとか寒いシーズン、中の空気が、動きづらくなりますので、そのことによって、保温、されることが予想されます。次に、変更点がジッパーですね。V 字型に変更されてるんですね。こういうふうに変更されることによって、ファスナーを閉めた時のファスナーの位置ですね。必ずこの角に来るっていうことが分かることによって、夜間出入りしたりとか、非常にファスナーの位置が分かりやすいような、形状になっています。なるほど。一般的に有事にね一発で開閉ができるジッパーも多くて、ワンアクションなんて言い方するんですけど、そっちの方が便利かなって僕思ってたんですけど、位置がね確実に確認できるっていうのは、MSR としてこれがいいと判断したんであれば、きっとこっちの方が使いやすいんでしょうね。あとスムーズですね。そうですね。片手でもね結構押さえながらじゃないですね、動かないジッパーも多いんですけど、これ直線的なんで結構片手でスムーズに動くんで、良さそうですねこれね。あとはファスナーですね。結構噛むことがあるので、それも軽減されると思います。ちょっとたるみがあるとねどうしても引っかかりますけど、これいいですね。あと入り口の部分ですね。開けていただくと、開放している時にどうしてもこういうふうにダラーンとなってしまうんですが、内側カメラ映りますかね。はい。
内側にループがちょっとやりましょうか。はい。内側に赤いこうループがあるんですね。はいはいはい。あ、ここに紐が、はい。わかりますかね。はいこういう部分ですね。ここに末端、そうですね。先ほど開けた末端の方をスルッとこう入れていただくと、おお。あ、なるほど。ここに末端を入れると、なんか帯を通簡易的にすみたいな。そうですね。簡易的に入り口のドアを収納することができます。もちろん手繰り寄せて絞ることもできますが、簡易的にする場合は今のループを使っていただけると非常に固定するのが簡単にできると思います。またもうこういうふうに手繰っていただいてループ止めていただくこともでいつもきます。の感じですね。はい。なるほど。まあテントの中を換気したい朝なんかはきっちりこうやって止めて、夜ちょっとトイレ行くよみたいな時はこっちを使うと便利かもしれないですね。そうですね。あと、インナーの内側ですね、入り口の前後ですね、はい。の上部にポケットがうん。ついてます。ここに、ポケットがあります。またヘッドランプと、置いた時に、ずり落ちないように、テープがついておりますので、なるほど。あ、本当だ。引っかかるようになってますね、ここにね。そうですね。うんうん。ヘリがついてて。これが両方、両側についております。また頭の部分ですね、両サイドも大きなポケットついておりますので、収納もしっかりとできますのでご活用ください。ケーブルポートって言ってこの端に要はスマホみたいな。スマホの充電器を置いて、うんうんケーブル出すようなコードがこの端が縫ってないんですよ。あ、なるほどね。はい。はい、これでフライシートがかかって完成になってます。で、今回ですね、室内なんでペグダウンはね省略してテントウェイトで設営してますが、四隅のペグダウンをさらにして針綱を張って本来は完成となります。ではここからフライシート、新色になってますが、そうですね。非常に自然に映える、溶け込むような形のカラーになっていますので、結構人気の、カラーだと思います。色の名前としてはこれは一応タンのカラーになってくるんですが、タンも非常にカラーの幅がありますので、後ほど、フリーライトエリクサーも貼っていきますが、比べていきたいと思っております。そうですね、これタンカラーが発売されるということで、事前に雑誌なんかでもこうチェックされてる方いらっしゃったと思うんですけど、実はモデルによって色がちょっと違うんですよね。そうですね、モデルによって生地の厚さも違いますし、カラーも、違いますので、これもお好みあると思いますが、店頭でまた確認いただければと思っております。一応作る時には同じような発色を求めても、生地の厚さとか性質が違うモデルになってくると、見え方が違ってくるっていうことですよね。そうですね、タープもそうですし、コーティングの違いだったりとか生地の厚さによっても、カラーの発色も変わってきます。最初からまたタンカラーと言われても他のモデル、若干色目は違いますので、ご確認いただければと思いますので、よろしくお願いします。後からね、それも比較してどんな風に色合いが違うのか確認していきたいと思います。はい。ではこちらの概要をお願いします。はい、先ほどインナーのテントを立てた時にメッシュ、入り口の上部とサイドにありますお話しさせていただきました。両サイドにベンチレーションがあります。でこういうふうなバーがついてますので、バーでこうつっかえ棒する形でベンチレーションを開いていただきます。ベンチレーションの機能はこれも日本限定のものになりますか？はい、こちらのハバハバシールドに関しましてはアメリカでも発売されております。しかし、冒頭にお話ししましたように、アジア限定のモデルになりますので、アメリカで流通しているモデルと、若干の違いがあります。先ほど申し上げたインナーのメッシュの量、それと、フライシートですね、ベンチレーションの箇所、が違いがあります。このモデルに関しましては、先ほどご説明しましたようにサイドのベンチレーションありますので、非常に結露、あとは換気、すごくしやすい、風に変更されております。2022年のモデルになりますと、アメリカのものにはついてないんですね、これが。そうですね、アメリカモデルは、フライシート、サイド、ベンチレーションついておりません。
その分メッシュの量が本体の方が多いっていう形になりますね。じゃあ大きなトピックスとしては、アメリカのものもこのタンカラーの幅シリーズはお売りしていますが、ベンチレーションサイドのベンチレーションって内側のメッシュ部分が少なくなっているのも日本限定、アジア限定ですね。そうですね、はい、こういった違いになってますね。はい、でこちら今ねメーカーさんのオーダーブックがこういう資料を僕たち発売前にいただいてるんですけど、これ見るとまず商品名が幅幅シールドっていう名前になってますね。で今までは幅シリーズは1人用が幅、2人用が幅幅で、それより大きい3人用がマザ幅で、昔あった4人用はパパ幅っていうふうに名前が変わったんですけど、今回は全部幅幅シールドで1、2、3っていうふうに名前変わってますね。そうですね、分かりやすく、それが1人用なのか2人用なのか3人用なのか分かりやすく名前の変更をしています。そうですね、お店で接客しててもよくハバ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 言っててどういうのこと言ってるか分かんないのがあったんですけど、はい、今回はそれが解消されてハバの1、2、3と呼び方が変わってるわけですね。はい、なるほど。またあれですね、フロアの方も生地が、今回変更になってますね。あ、なるほど。はい、軽量化するために薄くなったんですか。そうですね。はい。今回は生地は20デニールですかね。20デニール。はい、なるほど。フライシートは20デニールですね。はい、リップストップナイロンで、ボトムの方もそれに合わせて20デニールになったと。決してね、他のメーカーでもまたさらに薄い生地のねボトム使ってるものもあるんですが、やっぱり20デニールってやっぱ心配される方もいらっしゃると思うんですが、グラッドシートはねなるべく使われた方がいいかなっていう感じですね。はい。なかなかテントのフロアを修理っていうのがなかなか難しいものですから、あとは洗浄ですね、洗うこともフットプリント使っていただければ手軽に、洗うことができると思いますし、保護、フロアの保護もできますので、フットプリント使っていただくことをお勧めいたします。はい、この後に同じようなモデルでフリーライトとエリクサーっていうモデルも出てくるんですが、よくねお客様でこう、色合いとか形とかそっくりな感じでどんな用途の違いとかあるのかなっていうのをよく質問されるんで、ここで幅幅がどんなモデルかっていうのも、どんな場面で使うのが有効かちょっとご説明いただけますか。はい、幅幅は非常にMSR の中でもフラッグシップのモデルになっておりまして、幅が非常に広いです。バックパッキング、される方から登山、あとはカヌー、サップ、いろんなツーリングっていうところにも非常に向けて使いやすいモデルになってますし、あとはソロキャンプだったりキャンプシーンでも非常に使いやすいモデルになってます。で見ての通り、幅幅も出てから長いんですが、非常にこのハブ構造を使うことによって中身も本体も広くなってますので、休日を謳歌できる非常に優れたモデルになってます。他の道具でも私これ幅幅ご紹介したことあるんですけど、中にねサイクロンポールっていう、今テント業界の中でも最上級と言われるマテリアルを使っているのもこの幅幅ですね。そうですね。非常に折れづらく曲がり癖がつかないという非常にいいポールを使ってますので、安心して、風が強い日でも使えるようなモデルになってます。幅幅だけに幅広いっていうのが今幅広い用途で使えるっていう意味ですね。はい、お話があった通り、キャンプであれツーリングであれ登山であれ、これ買っとけば間違いないって言ってもいいですかね。 MSR のラインナップの中で。そうですね、間違いないと思います。一押しの商品ということで、素材もいいもの使ってるんでお値段高い代わりに、オールマイティに使えるテントですよね。日本仕様になってメッシュ部分が減ったことによってさらにオールマイティさが際立ったなという感じがあって、やっぱりいいですね、幅は。そうですね、特に山岳域でも使えるように、メッシュも少なくなってますし、外ラインも、入り口上部、あとサイドついていますので、風が強い日は外ライン張っていただきまして、対策いただければと思っております。じゃあ幅幅こんな感じで次行ってみましょうか。幅幅ってあれですよね、名前の由来あるんですよね。いやこれはね、幅広いって意味じゃないですよね。一応ね、これいろんな説があるんですけど、軍隊用語なんで。そう、僕もそれかと思ってました。そう、幅幅ね、軍隊でこっち来なさいみたいな意味なんですよね。そうか。っていう風な説が、ちゃんとアメリカには俺聞いてないんだよね。それまだ確定じゃないんですね。調べた結果はそうだっていう話なんで。そっかそっか、そうなんですね。多分ね知らないと思うんだよね、アメリカ人も。
あ、なんでか意味が。もうね、もう変わってるから、スタッフが。なるほど、開発者の人とかその当時の人いないからなるほど、そっかそっか。まあ今有力なのは軍隊語でこっち来いっていう。はい、続いて2本目のテントはこちら、MSR のフリーライト、こちら2パーソン、こちら設営していきます。はい、これすごい軽いですよね、やっぱね。そうですね、やっぱり軽さに追求をしているモデルですので、先ほどの幅幅と違いまして自立はしません。非自立式ですね。はい、ただダブルウォールテントの中では MSR 最軽量になりますかね。そうですね、非常に1キロを切っているモデルになりますので、軽量のモデルになりますね。よし、じゃあこれ設営してみましょう。はい、お願いします。はい、これで、フリーライトの方もインナーが立て終わりました。はい、こちらのモデルは先ほど申し上げた通り自立をしませんので、ペグダウンを4箇所していただいてから、ポールを組み上げる形になります。また見ての通り、フルメッシュこう透けてますよね。そうですね。フルメッシュなのでこの辺まで見えちゃいます。非常に夏場を中心として、通気が非常にいいので、快適に使っていただけると思います。また幅幅シールドの入り口と同じように、ファスナーですね、入り口のファスナー V 字型になっております。開閉の箇所が同じようにエンドが分かりやすくなってますので、非常に夜間出入りがしやすくなってます。これは入り口、2パーソンだから2つありますね。で1パーソンは片一方だけですよね。そうですね、入り口は1つになります。じゃあ2パーソンと3パーソンが両側に入り口がつくモデル。なるほど。また上部のポケットは同じように2箇所、こっちとこっちにあるんですね。はい、またヘッドポケットの方も2箇所左右に、ついております。じゃあ全部1、2、3、4箇所ついてるんですね。はい、ポケット4箇所になります。このフレームワーク見ると、いわゆるこう Y 字型ですね。上から見るとね Y 字になってるフレームなんですが、ここにあれですね。そうですね。ダックのマークついてますね。DAC でこれポールついてますね。こう僕よくちょんまげポールなんて言い方するんですけどこれついてるとこう室内がね拡張されて広く感じるんですね。ヘッドクリアランス。Y 字フレームを使うことによって、クロスポイント外側に持ってこれるっていうことと、天井部分ですね、リッチポールこう張り出しを作ることによってヘッドクリアランスがかなり広くなりますので、居住性が拡張されます。ちゃんとこのリッチポールもずれないようにこう両側からバチッと止めてずれないようにできてる。この心配りさすがですね。そうですね、このずれが非常に最小限に抑えられていいと思います。よくできてる。はい、これでフライシートがかかって完成になりましたが、概要詳細見る前に色がいいっすね。そうですね、先ほどの幅幅シールドに比べるともうちょっと濃い感じのターンになりますね。やっぱカタログ上とかでね画像で見ていると同じような色に他のモデルも見たんですけど、フリーライトの色渋いっすね。好みもありますけど私は好きなカラーですね。これは先ほどの幅幅シリーズに比べてさらに5デニール薄いから15デニールの生地ですね。そうです。はい、より軽量に特化しているモデルになりますので、フライシートは15デニール、あとポールも、本数を減らして、半自立、また片側の方入り口の方ですね、入り口の側面ですね、ハーフフライというか半分だけフライ、これも軽量の効果があると思います。なるほど。だからこのインナーの部分がここだけ赤い部分が多いですね。そうですね、はい、これは軽量化できてるんですね。いやこれやっぱり非自立式のやつってこうねやっぱ軽くなる代わりにちょっと設営できる場所が限定されたりとか不安に感じる方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱり基本的に登山で使うなら自立式がいいと思うんですよ、4本足で。でサブでこういうのあったらどうですかってご紹介するんですけど、こんだけかっこよかったらこれダントツサブテントとしては最有力じゃないですか。そうですね、実はこれは幅幅シールというか軽いのに値段が安いという。そうなんですね。
この値段ってもう確定してるんですね。いいですね。はい、2パーソンでいくと、ハバハバシールドの2パーソンが62,000円プラス税に対して、フリーライトの2パーソンは54,000円プラス税なんで、8,000円安いんですね。そうなんです。なるほど。重量にも触れておきますと、最小重量、テント本体だけですねの重量が、先ほどのハバハバシールドが 1,300g に対して、フリーライトの2パーソンは 910g、約 400g こっちの方がダイエットできてる。これとこのビジュアルあるとこう悩みますね。ちょっとやっぱり人気としてはやっぱキャンプで使える、後が出てくるエリクサーとか、あとはオールマイティなハバハバの方がよく売れているなっていう感じがあって、フリーライトはちょっとマニアックなね、ウルトラライトハイカーのカテゴリーのものかなっていう感じなんですけど、生地の良さとか今のお値段の話聞くと、結構意外とダークホースな感じで人気出ちゃうかもしれないですね、この世代から。加藤さん言われたように、やっぱり軽量のモデルですので、あとはフルメッシュ、そこをお客様がどう判断されるかっていうところが、肝になると思います。でも広瀬さん実際これ愛用されてるそうですよね。フリーライト非常に私好きで、使ってます。場面としては結構寒い時に使っちゃったりします？寒い時はもちろんフルメッシュ通気がいいんですが、寝袋もしくはマットのスペックによってかなり左右されます。所詮生地1枚で保温はなかなか難しいので、風が動くか動かないか、というところがメインになってくると思いますので、底冷え、マットによって熱を遮断する、寝袋によって保温するっていうところを、徹底していただければ非常に長いシーズン、フルメッシュでも使えると思います。やっぱり使われる方の判断によるというのはね、今お話しされましたけど、実際ノーメッシュだったからって極端に暖かくなるわけではないっていうのも実際あるんですよね。寝袋の暖かさをワンランク下げれるまでは変わらないんで、結局ね、しっかりとした装備で行かれる方だったらノーメッシュでも結構対応できること多いとですよね。そうですね、個人差ありますが、寝袋マットによってかなり左右されますので、その辺も合わせてご検討いただければと思っております。いや、最軽量でちょっと色もね好みによってでしょうけど、ちょっと一番かっこいいかも。また半自立、片側加藤さんのいる方ですね、裾の部分見ていただくと分かるんですが、少し立ち上がって V 字で本体をペグダウンしますので、角もしっかり立ち上がってますので、水の侵入っていうのも非常に抑えられますし、スペースですね、クリアランスも確保できますので、非常に、内部の方も広く感じられると思います。ちょっと広瀬さんがね、これ中広いから入ってみてくれということなんで、幅とかね、幅は今まで人気があってね、いろんな人が試してて、こう中の広さって実証済みだと思うんですけど、これね、フリーライトはね結構見たことない人いると思うんで。そうですね、フリーライトなかなかやっぱり販売本数も少ないので、見たことない方非常に少ないんですが、実際に入ってもらうと非常に中ゆったりとしていると思います。やっぱこの中のポールがリッチポールが効いてるんで、リッチポールが効いているのと、このハブ Y 字フレームですね、の頭の部分非常に広くできていますね。2人で使っても、この軽さから考えればありですね。決してね2人でゆったりではないんですけど、十分使えるクリアランスあって、最小重量 910g。 そうですね、足元先ほども申し上げましたように2点で引いているので、非常に足元も広く感じられると思います。立ちがこうありますからね。立ちがありますので。なるほど。よし、じゃあフリーライトこんな感じで、次行ってみましょう。はい、続いてこちら3本目。ちょっと同じような収納サック続くんで分かりにくいですけど、今回は、エリクサー2パーソン。これはやっぱり人気高いソロキャンパーごえたしの。そうですね、非常によく売れております。これちょっと注目の方多いと思うんですけど、こちら説明してみます。はい、これでエリクサーもインナーテントが組み終わったんですが、これは従来品と変更ないですよね。はい、こちらの方は従来品と変更はございません。じゃあサクッと進めて、結構メッシュ部分が少ないテントではありますよね。で、天井にはこうやってこうあったかい空気がどんどん抜けるようにメッシュ部分多くなっていって、
で脇にもねこういった大きめのベンチレーションがあって、やっぱオールシーズン結構対応しやすい感じですよね。そうですね、重量は先ほどの、フリーライト幅々に比べますと重量感ありますが、非常に居住性も、兼ね備えた、非常に風にも強い、ポール構造をしてますので、オールシーズン厳冬期冬以外使えると思います。でやっぱりせっかくインナーなんで僕ちょっと見てもらいたいのはここなんですよね。わかりますかね、これ魚座型フレームって言うんですよね。ここにハブがあって、そっちの広さの方にもハブがあって、これちょっとねセンターのリッチポールついてますけど、これ外すとこういう風に見えるかな、こういう風に組まれてるんですよ、魚座型に。でこの接点が増えると強度上がるんですよね、テントって。そうですね、ポールは長くなってしまうんですが、接点が2箇所できることによって強度がかなり上がるのと、プラス張り出しが外側へ、クロスポイントが外側に来ることで外側にポールを持ってくることができますので、居住性がかなり広くできますね。このフレームワークでいうと今見てきた、幅幅とフリーライトと比べるとエリクサが一番頑丈と言ってもいいですね。そうですね、ポールの本数も長く使ってますし、フレーム構造的にも非常に、頑丈になっております。じゃあ続けて説明しましょう。はい、これでエリクサの2パーソン設営完了しました。で立ててみるとこれちょっとやっぱり軽い色ですね。やっぱ違いますね、それぞれ。そうですね、3モデルとも若干色が違いますので、お好みで選んでいただければと思います。統一してタンカラーっていう名前についてますけど、イメージ的にはサンドに近い感じですね、これが。そうですね、ちょっと明るい感じですかね。生地がこれ確か厚いんですよね。68デニールを使っておりますので、先ほどの2機種に比べるとかなり自圧な感じ、強度がありますね。じゃあエリクサは、色だけ別注になっていて、日本限定発売のタンカラーになりますね。そうです。じゃあ内部の仕様は変更ないということで、じゃあ軽く概要だけエリクサのおすすめポイントだけ説明。そうですね、先ほど、2機種幅幅シールドと、フリーライトご説明させていただきましたが、前室がちょっと形が違います。前室が、フリーライト幅幅シールドは真ん中にこう入り口の上部から真ん中にこう三角形のような形で、配置しているんですが、エリクサは天井から見ていただくと台形型にこうなっていることによって前室がかなり広く、なっております。非常にそれは大きな特徴だと思います。非常に見ていただくと広く感じると思います。そうですよね。カタログ上で見てもかなり容量大きい前室になってるんですね。でこのエリクサも1パーソンは入り口が1箇所で、2パーソンから3パーソンは2箇所、そうです。4パーソンもですね、2箇所の入り口が設けられていて、そうですね。やっぱ2パーソンね、ソロキャンパーにはこのクリアランスがある前室がね2つつくっていうのは大きいですよね。大きいですね。ポイント大きいですよね。あと外コードポイント、入り口の上部サイドついてますので、風が強い日は対応いただければと思っております。ベンチレーションもこれしっかりですね。そうですね、本体で見ていただいたようにメッシュの部分多いですので、換気非常にしやすくなっております。先ほどの、幅幅は、軽さも使い勝手の良さも、オールマイティなモデルで、フリーライトは、軽さに突出したモデル、というところでエリクサはどんな位置づけになりますか？ベースキャンプですね。キャンプを中心としてツーリングからキャンプシーン、非常に強度もありますのでおすすめではあります。どうしても重量が 2.5 キロを超えてきますので、これを山岳地帯に持っていくって人はある程度こうしっかりと担げる人じゃないと、体力がある人ですね。そうですね、持っていけないと思いますので、バイクツーリング、自転車ツーリング、あとソロキャンプですね、にはおすすめできる商品だと思います。やっぱりすごくね、バイクツーリングの方にもウエストだと支持されてるなってイメージがあって、でこういうギアシェットっていうパーツもあるんですよね。これだとそうです。延長して前室がでっかくできて荷物が大量に置けるんで、結構長期ツーリング行く方なんかはね
おすすめですね。使えるし、もちろんソロキャンプでもギアシェットね、使ってる方もいらっしゃいますね。残念ながらタンカラーのギアシェットはないんです。なるほど。じゃあギアシェットつけようとすると、グリーンかグレーをつけなきゃいけないですね。そうです。なるほど。皆さんのご要望が多ければ、もしかしたら来シーズン以降作るかもしれませんので、このエリクサーのカラーもこれ日本限定カラーで来年も作れるかもしれない。そうですね。今年1年の限定というわけではなくて、来シーズンも予定をしておりますので、ご検討の方は早めに買われた方がよろしいかと思いますが、来シーズンも一応今のところは予定をしております。各社メーカーさんですね、テントの製造を結構苦戦しているようで、そうですね、工場がうまくいかないとか、人員確保できないとか、そうですね、いろいろあって、ちょっとね、ある程度長くは続くモデルであってもサクッと手に入るかどうかわからないということですね。そうですね。はい、そうですね。エリクサーシリーズすべてのモデルにフットプリント付属されておりますので、初めてテントを使う方でも安心して使えるモデルとなっております。お値段も今紹介した3機種の中でも一番お手頃な39,000円プラス税、2パーソンのお値段なんですが、通常 MSR のグランドシットっていい値段しますよね。そうですね。5,000円以上するものがあるので、5,000円分のオプションがね最初から入ってると思うと、39,000円プラス税はありっちゃありですね。お買い得だと思います。はい、それではここで3種類のハバハバとフリーライトとエリクサー、こちらの収納サイズや重量についてちょっと触れていきたいと思います。でまずはこの3種類見比べてみると、まず収納サックの形が違いますね。これ3種類というか、これがハバハバだけがね結構デラックスな感じの作りになっていて、エリクサーとフリーライトは出し入れする場所が巾着、そうですね、巾着型、短辺型に細長いところに入れていくタイプなんですが、ハバハバの方はね長辺型にあってバックルまでついてるんですよね。こういう感じでガバッと長いところで口が開くんですけど、実際使ってみるとこっちの方が入れやすいですよね。そうですね。特に小さく畳まなくても中に収納しやすいので、入れてからコンプレッションするっていう方もいらっしゃいますね。これやっぱり上位モデルだから立派な収納袋がついているって考えていいですかね。はい。絞ってからコンプレッションできるっていうのが、見た目もやっぱりかっこいいですね。しっかりしてて、持ちやすいです。で次に収納サイズ見ていくと、収納サイズはこれは全部2パーソンなんですが、幅幅の2パーソンが46センチ ×11 センチ、フリーライトが、46センチ ×11 センチ。これとこれはほぼ一緒ですね。そうですね。幅幅とフリーライトは収納サイズがスペック上同じ数値になっています。そしてエリクサーが長辺が51センチの17センチとなっていて、やっぱりこう見るとエリクサーはかなりね、今時なねライトパッキングから考えるとちょっと大きいですかね。ちょっと担ぐには大きいかなっていうサイズ感になっていて、でフリーライトと幅幅が一応数値上同じなんですね。はい。なるほど。でも持ってみると軽いですよね。フリーライトは軽いし、だから重量はやっぱりフリーライトが軽いんで、ちょっとこっちはあれですね、緩めのスタッフサックになってるっていう感じですね。そうですね。はい。他のメーカーだと結構ギチギチな収納サック使って小さく見せるところもあると思うんですが、そうすると今度やっぱ収納がしづらいですからね。MSR ってやっぱり昔から収納サイズちょっと大きめに作るとかありますね。ゆったりな感じが多いですかね。これで購入するときに MSR って大きいなって印象を持たれる方もいるんですが、実際に軽くて、あとはザックなんか入れたときに圧縮すれば小さくなるんで、見た目にね惑わされずにちょっと重量とかね質量で考えてもらうと全然いいものが多いんですよね。やっぱりこれもねしまうときにねきついと入れるのがすごい大変で、撤収に時間かかるっていうのも省略できると思えば、ただフリーライト多分他のメーカーだと全然もっと小さいスペックで出してくるんでしょうけど、実際には軽いんで全然問題ないです。実際ポールの折りたたみ寸法がこの長手のサイズと思っていただければよろしいかと思いますので、バックパック、収納される際はポールだけ別に収納するっていうのも一つ工夫のポイントではあると思います。次にもう一回重量もおさらいしていくと、幅幅シールド2パーソンは、最小重量ですね、テント本体のみになりますと、1300g、そしてフリーライトは
2パーソンで 910g、 そしてエリクサーは2パーソンで 2240g と、まあこっちの2つがやっぱりね軽いですけど、フリーライトのやっぱり 1kg を下回る重量っていうのはもうダントツですね。収納サイズは変わらなくてもやっぱりね軽さナンバーワン、そして強度も含めてベースキャンプナンバーワン、そして両方を兼ね備えたオールマイティナンバーワンという感じですね。はい。さあここで、主力の小型テント3種類設営し終わったんで、ちょっとねやっぱ色合いが違うなっていうのがやっぱり気になるところなんで、3種類ちょっと並べて見てみたいと思います。はい、はい、これで3種類設営してみました。でヒロさんの側からフリーライトでエリクサーで幅幅になりますね。やっぱこうやって比べるとだいぶ色合いが違いますね。そうですね。名称同じ単カラーだけど、生地の性質の違いもあると思います。まずこちらフリーライトですね。ちょっと3つの中でも一番茶色が強い感じのカラーになってますね。ちょっとダークブラウンとも言えるような。はい。でこちらがエリクサー。一番明るいですかね。そうですね。はい、やっぱサンドっぽいな。サンドっぽいカラーになってますね。続いてがこちらハバハバシールドですね。こうやって比べるとなんか黄色っぽく見えますね。光の加減もあるとは思うんですが、そうですね、ちょっと目の錯覚なんでしょうけど、でも黄色っぽく見えますかね。そうですね、ちょっと黄色っぽく見えると思うんですけど、実際にはね程よい単カラーですよこれ。はい。いやかっこいいな。それもすごいですね。これ3つねこれだけ綺麗に並べるのってなかなか貴重ですね。なかなか見れないですね。またこれ太陽光が当たるとかなり色も抜けるっていうんですかね。もうちょっと明るくなりますので。そうですね。今スタジオ内の照明の明かりで見てるんで、やっぱ外で見ると違いますよね。そうですね。いやでもみんないい色ですね本当に。MSR のねロゴも映えますねこれ。そうですね。フリーライトねすごいいいなと思ったんですけど、やっぱ幅幅が色もねあと機能もバランスが取れてて。そうです。やっぱり万能に使えるモデルですかね。幅幅ね、おすすめかな。どれもいいけどやっぱソロキャンプだとねエリクサーもめちゃめちゃいいんですけど、ちょっとねエリクサーご検討の方もこのねサンドカラー出たをきっかけにこの幅幅にねチャレンジしてもらうのもいいかと思いますよね。そうですね。あとフリーライト、かっこいい。欲しくなってきた。またエリクサー、このカラーですね。このカラーで、後ほどまたご説明しますが、ハビチュード、ランデブー、この同じカラーで展開をしますので、また後ほどその辺は合わせて見ていきたいと思っています。ではこの辺で前半戦終了ですね。はい、小型テントの3機種ご紹介でした。いい色だけな。これかっこいいなこの映像。これってフライシートをかけた時に、